ホラー映画の最高傑作とも言われるシャイニングをご存知だろうか。20世紀最高の巨匠の一人であるキューブリック監督が制作したこの映画、5年もの長い期間を費やし制作されたのだが、実はその長い時間にはある深い理由が。なんと監督のキューブリックがある陰謀を暴く自らの遺言を映画の中に隠したというのだ。一体キューブリックは我々に何を伝えたかったのか。言わない。はい。というわけでですね、本日はね、ホラー映画、いや、ホラーサスペンス、いや、恐怖の映画、いろんなジャンルのね、金字塔、シャイニングについてご紹介していきたいと思います。このね、1980年に公開された伝説のホラー映画、シャイニングなんですが、ここまで話題になったのは、新しい撮影方法もしかりなんですが、なんとね、この映画の裏にはある陰謀が隠されているという説があるんです。本日はね、その説をね、ご紹介していきたいと思います。キューブリックが伝えようとした歴史的快挙の裏に隠されたある陰謀。約40年前、人類が歓喜した月面着陸の真実とは。月面着陸の捏造説。1980年に公開された映画「シャイニング」はモダンホラーのパイオニアにして第一人者と称されるスティーブン・キングの小説を20世紀最高の巨匠の一人として知られるスタンリー・キューブリック監督が映画化した作品なんです。そしてこの映画、細部にまでこだわり抜き5年という長い制作期間を費やして作られているんです。さらにこの映画、ホラー界の伝説とも言われる作品なんです。伝説と言われるゆえんはいくつかあるんですが、最初に挙げられるのが斬新なその撮影方法だったんです。監督のスタンリー・キューブリックは細部にまで徹底的にこだわる映画監督として知られており、この映画でもそれは随所に発揮されているんです。映画内に主人公ジャックがドアを斧で破るシーンがあるんですが、なんとこの2秒程度のシーンの撮影には190テイク以上、約2週間を費やして撮影しているんです。さらにね、キューブリックのこだわりは演技面だけではないんです。巨大な雪の迷路が舞台となるエンディングのシーンのためだけに約900トンもの塩を使用し、圧倒的なスケール感で描いているんです。そうしたこだわりの結果、5年もの制作期間を費やすことになったんです。と表向きでは言われてるんですが、実はね、本当にこだわったポイントはここではないと言われているんです。それが映画の中に秘密の裏メッセージを隠していたからなんです。果たしてキューブリックはいかにして秘密のメッセージを込めたのでしょうか。映画シャイニングはもともと原作となる小説があるんです。それを書いたのがモダンホラーの帝王とも評される小説家スティーブン・キング。通常このように原作がある場合、作者の意思を最大限尊重し、ある程度原作通りに描かれるものなんです。しかしこの映画では原作にない部分や小説とは異なる部分が数多く存在していました。その違いの多さは原作者のスティーブン・キングがキューブリックに激怒したほどなんです。例えばホテルで登場する不気味な少女が原作では一人で描かれているのに対し、映画では2人で描かれていたり、呪いの部屋の番号が変更されているなど原作とは異なっていたんです。実はその違いの一つ一つにはキューブリックがある陰謀を伝えるためのメッセージを隠していたからと言われているんです。その陰謀こそ月面着陸の捏造説。月の要素など全く入っていないこのシャイニングのストーリーの裏には月面着陸の真実が隠されていたというんです。結局月面着陸って捏造なの？まあもうね、わかんないですけど、大体もう世の中ね、嘘なんですよ、全部が。お前の存在も嘘だし、俺の存在も嘘だし、脳みその知覚によってそれがこう現象として認知されてるだけで、全部が本当か嘘かわかんないから、もうね、何でもいいんだよ、もう本当は。違う話になってきちゃったわ。この映画「シャイニング」に隠された月面着陸は捏造であったというこの説。人類初のね、月面着陸という偉業なんですが、本当に捏造されたものだったのでしょうか。没後15年、キューブリックからのメッセージ。人類初の月面着陸は皆さんご存知の通り、1969年アメリカのアポロ11号が達成したんですよね。この様子は世界中に中継され、全世界の人類がこの歴史的瞬間に興奮したんです。しかし放送後間もなく月面で撮影された映像にある疑惑が湧き起こるんです。それが映像が偽物ではないかという疑惑なんです。皆さんね、あの映像のどこに疑惑のポイントがあると思いますか？全部元も子もない。
映像を見ていた視聴者や専門家が様々な疑問を呈します。まず一つ目は、立てた星条旗がはためいていたこと。これは空気がないはずの月で旗がはためくはずがないとの考察からなんです。そして二つ目が、影が様々な方向に向いていたということ。これは純粋に太陽は一つなので影は一方向にしか伸びないっていう考察からなんです。他にも合成にも見えるような画像や地球を取り巻く人体に有害な放射能の帯バンアレン帯を当時の薄い鉄板の宇宙船で通り抜けて宇宙飛行士たちは死ななかったのだろうかなど数多くの疑問を持ち始めたんです。しかしこの映像の真偽検証しようにもできない理由があったんです。なんと NASA はアポロ11号月面着陸に関するオリジナル映像や記録データを紛失してしまったというんです。しかし NASA のこの発表によって歴史的に重要な資料を紛失したというのは何かを隠蔽するための画策だったのではと疑われているんです。さらに早稲田大学名誉教授の大月教授がアポロ11号が月から持ち帰った石を物性研究所で研究したところただの石ころとしか結果が出ず本当に月のものかどうか疑わしいと述べているんです。疑惑だらけね。そして今回の映画シャイニングの監督キューブリックはシャイニングの様々なシーンにアポロ月面着陸が偽物だというアピールを隠していたと言われているんです。それを描いているのが小説とは異なる部分なんです。月面着陸の発表された事実と異なる部分を小説と違う部分の描き方によって引用しているのではないかっていう説があるんですよね。やるわねキューブリック。実際ねどんなところでその隠蔽を暗に暴いているかっていうのを紹介していきたいと思います。最初のメッセージは物語が進行する取り憑かれた部屋に隠されているんです。それが部屋番号。原作では217号室と書かれているにもかかわらず映画では237に変更されているんです。そしてこの237という数字にはある意味が隠されていると言われているんです。それが月への距離だったんです。地球から月までは約23万7000マイルでこの部屋番号がその数字を表しているというんです。そして2つ目のメッセージは物語に登場する不気味な少女なんです。原作では1人で描かれているんですが映画では双子になっているんです。その理由がジェミニ計画。このジェミニ計画とは2名の宇宙飛行士を宇宙に送ることに成功したと言われているプロジェクトで月面着陸の直前に実験として行われていたものなんです。それを不気味な双子の少女たちを登場させることで表しているのではないかと言われているんです。ちょっとこじつけ臭いですよね。3つ目のメッセージはダニーのシャツにあるんです。そこにはアポロ11号という文字があるんです。もろ書いてあるわね。そしてホテルのカーペットに書かれている六角形はロケットの発射台を示しておりアポロ11という文字とロケットの絵が組み込まれた服を着た少年ダニーが立ち上がるシーンはロケットの発射シーンを示していると言われているんです。そして最後は舞台となるホテル。このホテルのオーナーはアポロ計画に深く関わった第35代米国大統領ジョン・ F ・ケネディを思い起こさせる造形になっているんです。めちゃくちゃ似てるわ。さらにホテルを孤立させる吹雪はソ連と米国の宇宙開発競争の原因である冷戦を引用しておりセットにはソ連を示すクマも隠されていると言われているんです。キューブリック以外の映画監督であればこじつけと言われるかもしれないんですが細部までこだわり抜くキューブリックだからこそ多くの映画監督やファンがこの説を唱えているんです。では皆さんなぜこんな回りくどいメッセージを残したと思いますか？映画監督のジェイ・ウェイドナーはキューブリックがシャイニングにこれらのような秘密の告白を盛り込んだ理由に関して月面着陸映像が偽物だと告白すれば多くの人々が失望しそれに関わった自分の人生すら台無しになると分かっていたからだと述べていたんです。しかしキューブリックは多くを語ることなく1999年3月7日に永眠するんです。その結果多くの謎が永遠に解き明かされない映画となってしまった。誰もがそう思ったんです。ところがキューブリックの死から15年後の2014年憶測の息を出なかったこの説が大きく進展を見せたんです。なんと亡くなったキューブリックから全世界に衝撃のメッセージが伝えられたんです。死んじゃったの？ハローバイバイ。キューブリックが明かした衝撃の事実、映画の公開から25年の時を経て明かされた衝撃の事実とは。捏造の真実。2014年あるインタビュー映像が全世界に公開され一躍話題になったんです。それが月面着陸に関する告白動画。そしてその動画内で月面着陸について話しているのがキューブリックなんです。お生きになったんじゃないのキューブリックは。実はこの動画キューブリックが亡くなる3日前に撮影された映像でなんと月面着陸の映像が偽物だと発言したんです。さらに動画内では偽物の月面着陸映像を制作した犯人についても語られていたんです。その犯人こそキューブリック本人だったんです。
自分で作って自分でバラしちゃうじゃない。ね、そうなんです。もうかまってっちゃうんですよ、キューブリック。でもね、なんでキューブリックがあの映像を撮ったと思います？そもそもわからんのわからんキューブリックが偽映像を作ることになった発端は自身の監督作品2001年宇宙の旅にあると言われているんです。この映画はアポロ月面着陸の前年に制作されており、本物の宇宙空間を思わせる映像やリアルで斬新な宇宙船や宇宙服のデザインなどが数多く描かれているんです。そしてそのあまりの完成度の高さから NASA も影響を受けた作品なんです。つまりキューブリックはあの月面着陸の映像を2001年宇宙の旅というセットを使って NASA と一緒に撮影したということなんですよね。それをね暴露しちゃったんですよ。なぜそのような偽の映像を作ったのでしょうか。当時アメリカには月面着陸をしなければならないという政治的な事情があったんです。それがソ連との軍事競争だったんです。当時ソ連とアメリカは宇宙開発競争を繰り広げており、ソ連がアメリカよりも一歩進んでいたんです。ロケットとミサイルは技術的には似ているので、ロケット開発が進んでいるということはミサイル開発の発展にもつながるので、相手国を牽制することにもつながるんです。その上キューバにソ連のミサイル基地建設の計画が発覚。このことに抗議したアメリカとソ連の対立が激化し、危うく両国間で核戦争が勃発しそうな緊張状態に陥ったんです。つまりアメリカはソ連に遅れを取っていたので、何が何でもソ連よりも先に月に降り立つ必要があったんです。そんな国家の身勝手な陰謀の片棒を担がされたキューブリック。もしかすると彼はその事実で自らの人生に汚点を残さないように、死ぬ間際に映画内で告白することを想定し、シャイニングにメッセージを込めていたのかもしれません。チャンネル登録と高評価よろしくね。